はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月、5月、6月と3ヶ月分まとめた解説動画になるんですが、実はこの4月、5月、6月ってとっても素晴らしい上昇気流の運勢があるんですね。それを皆さんがどんな風に活かせるのか、活かしやすいのか、各星座解説していきたいと思います。でまたタロットも3ヶ月でどのような動きがあるのか、星っていうのは天気予報なので、この天気予報の中でどんなことに気をつけたらいいのかという心の持ち方も見ていきます。そして最後にオラクルカードも引きますので、ぜひ最後までご覧ください。ではよろしくお願いします。まず全体の星の動き、星の流れなんですけども、この4月っていうのは星の動きこちらなんですが、まず4月9日に皆既日食があります。これはお羊座で起こる皆既日食でして、ものすごくパワフルなんです。日食って普通で言ってもなんとなく体調があんまり優れないなって思う方も多いんですけど、それなぜかっていうと、それだけ何か見えないエネルギーがすごく動いている、新しい始まりになろうとしているっていう時なので、敏感な方っていうのはそういうのを無意識にキャッチして、なんとなく体が今変わろうとしているとか、意識が変わろうとしているってこともあると思います。でこれはもう3月の20日以降少し感じ始めている方もいると思うんですけれども、やはりスタートっていうのは4月9日がすごく適してるんですね。ですのでおそらく3月の20日から4月9日までの間に何かしら心の準備ができたりして、よしじゃあやるぞって言って進んでいくのが4月だと思います。ちょうどね、年度も変わっていろんな状況の中でやっていきたいっていう気持ちがムクムクと湧いてくるような時だと思いますね。でもう一つ、この4月の大きな星の動きとして、4月21日に木星と天王星のコンジャンクションというエネルギーがありまして、木星というのは占星術ではとっても好まれている発展や拡大を示す基地星って言われているものなんですね。私たちの何かやりたいことがどんどん発展していくとか、気持ちも楽観的になっていくとか、広がっていく、拡大していくっていうエネルギーと、あと天王星というのはオリジナルな能力を開発していくとか発展していく、特にそれが既存のものから新しいものに進化していくよっていう惑星なんですね。なので何か今までの自分の古い癖や当たり前だと思っていたことっていうものを超えて新しく発展していくよっていうエネルギーがすごくあるんです。でこれがまず皆さんの感覚の中で起きてくると思います。で感覚っていうのは、五感ですよね。自分が当たり前だと思っているこの五感の中で、もしかしたらこれは可能なのかもしれないっていう、自分の中の決まりきった考えではなく、可能性というものをもっと開いていこうみたいな形になるし、実際それを宇宙は応援してくれてるっていう時なので、それが各星座によってどの方向で応援されてるかっていうのが違うので、それちょっと後ほどね説明させていただきます。ただものすごくこれはブレイクスルーできそうなエネルギーなので、とてもいいんですね。そしてさらに次5月なんですが、5月はもう5月1日から火星もお羊座に入ってくるということで、より一層スタートのエネルギーをものすごく後ろから押されているような形になります。5月の中旬っていうのももう本当に豊かなお祭りみたいな感じのエネルギーでして、とっても強い勢いのある流れだと思っておいてください。中にはもうそれがわーっと舞い上がってるとか、もう上昇気流があるみたいな、もうすごく波が来てるっていう感じのエネルギーなんですね。で波っていうのは本当にそれだけ大きな波っていうのは、何もせずに飲まれてしまうとわーって自分がその中でぐるぐる回ってしまうみたいな感じがあるんですけど、自分がそれを意識して使いこなすぞっていうふうに意識することによって、ものすごい自分の力っていうものをその運勢によって押し上げてもらえるみたいなのもあるので、これはぜひね皆さんにね活用していただきたいんですね。この5月の動きっていうのが2024年の大きな転機になりますので、これぜひ自分の可能性を信じていい風に使ってください。でさらに5月の26日から木星というね発展拡大のエネルギーが今度は双子座に入るということで、さらに流動的になる、動きが速くなる、コミュニケーションが活発になるっていう流れが起きてくると思います。
もうこれがもう5月の20日以降、太陽がもう双子座に入ったあたり、もしくは5月24日以降、金星も双子座に入ったあたりからもうさらに流れが早いんですけど、とにかく5月っていうのはもう出だしから勢いが強い。そして中旬ぐらいっていうのはわーっと盛り上がって、さらに盛り上がったところから必要なところになんかエネルギーが流れていくっていう感じがあります。そして6月っていうのはこの5月に起きた流れを、どのように動かしていくか、どのように人と関わっていくかということで、コミュニケーションがとっても活性化するなっていう感じです。でこれは特に人との関係、関われば関わるほど得られるものがある、そこで感じるものがあるっていう風になると思いますし、もし人付き合い苦手ですっていう方も、自分の中で思考がすごく広がっていく、勉強が進むとか学びを吸収できるということもありますし、ビジネスも流れ始めるっていうこともありますので、6月は本当に豊かだと思います。特に6月の6日が双子座で起こる新月なんですけれども、この新月ってね、普通新月って太陽と月がひっついてるっていう日なんですが、それだけじゃなくて金星という喜びや社交性や愛情っていうのもぴったりこの時ひっついていて、おそらく皆さんの4月5月っていうのを過ごした後に何かしら自分の殻を破って出てきたもの、可能性というものが本当に手応えを感じて、嬉しいとか楽しいとか、とにかく喜びを感じてるんじゃないかなって思います。何かしらいい自分の進歩っていうものを感じて喜んでるっていうのが6月の全体的な流れかなと思います。すごくいいことばっかり言ってるように聞こえると思うんですけども、これがエネルギーをプラスに生かした時の形ですね。でもしご自身が今本当に動けないんだっていう状態だったりとか、ちょっと気持ち的にそこまでついていけませんっていうような状態であれば、周りがすごく早く感じたり、ものすごく強いエネルギーの中にいるんだと思ったら、そこに飲まれないように自分自身をしっかり保つっていう方法もありですから、その辺はですね、各星座細かく見ていきたいと思います。あともう一つですね、やはりこの動きが速くなる時っていうのは、もし何か問題があったとしても、その問題にずっととどまっておくということではなくて、何か流動的に動くことによって解決が見えてくるとか、違う進展になっていくということもあるので、とにかく6月以降は動きが速いんだと、流れているんだっていうことをご理解いただければ、いかようにでも皆さんの状況に合わせて活かせると思います。はい、ということでここから各星座よろしくお願いします。はい、ではここから魚座さんの3ヶ月をまとめて見てみたいと思います。まずタロットからいきます。途中で星の解説も挟んでいきますね。いきましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。4月からです。ソードの3の逆とソードの4逆と戦車の逆、そしてカップキング逆とワンドの8、そして、ペンタクルス10、そして太陽、はい、逆ですけども太陽です。そして復活のカードと鳳凰のカードとオラクルはワンド3です。逆ですけどもワンド3です。はい、まずまずこの4月のねことから解説させていただきますが、まずこの4月、特にもうこれは3月の20日を過ぎたら感じる方も多いと思うんですが、魚座の皆さんにとってはね、この4月前半っていうのはものすごく感覚が敏感になるんです。でましてや4月の9日の日食もありますから、ものすごいもうビリビリエネルギーを感じて辛いという方もいらっしゃるかもしれないですし、体が持たないみたいな感覚の方もいらっしゃるかもしれません。これはですね、ちょうど本当に敏感に自分の感覚、細胞、思考癖、いろんなものが今本当に綺麗になるよ、綺麗になろうとしてるよという時なので、どうしてもね、その不具合というか、何か体に痛みを感じたりとか、何かがおかしいなっていうふうに感じやすい時なんですが、それだけ今本当に調整されてる時なんだっていうふうに思っておいてください。なんとなく自分ではどうして体が動かないんだろうとか、思うように動かないんだろうとか、何なんだろうこれはと思うかもしれないんですけれど、それはもう本当に頭で考えて自分はやろうとしてることに体がついていかないというだけで、体は体で本当に必要なことが今起こってるんですね。私という全体を生かすために、いろいろ体が我慢してきたこととか、しわ寄せを飲んでいたことっていうものを
体が今これは解消させていただきますと、これはちょっとクリアにさせていただきますということでいろんな調整が起こっているので、思うように動けないとか結果を出せないとか気持ちが上がらないということに対して決して焦らないでください。それ自体が本当に必要なことが起こっている時なんでね。で4月の星の流れっていうのがそういう敏感になりやすいし、感覚も味覚も変わりやすい時なので、分かりやすく体が変わってるっていうのは進化してるとこなんだなというふうに思ったらいいですし、決してこれは後退してるわけじゃないんです。進化するために必要な体のプロセスが今起こってるだけなので、焦らないでください。そしてもう一つですね、体はもしそれで大変だなと思ったとしても、その一方で何かに対しての感覚ってものすごく敏感になっていませんか？人の優しさに敏感になるとか、美味しいものとか嬉しいものとか綺麗なものとか自分に必要なものを敏感にキャッチするとか、そういうね感覚っていうものもものすごく肥やされている時なので、何かをうまくやっていくということだけではなくて、今自分の感覚が非常に敏感に優れてというか、もっと磨きがかかっている時っていうふうに思ってくださいね。そして本当に今この動画をご覧いただいている子は特にそう感じるかもしれないです。ただ4月の9日を過ぎたら随分とマシになるというか、状況が変わってくると思うんですね。手放していくっていう分岐点が分かると思うんです。ご自身でも今こっから変わりそうな気がするっていうのがね、おそらく分かると思います。これは4月の特に9日過ぎたらそう強く感じるんじゃないかなと思います。そしてカードで見ても今はとてもナイーブになっていますが、いきなりですね、やはり4月の後半ぐらいから状況が変わるって出てるんですね。もしかしたら何かどこかに行くきっかけがあったり、自分が足を伸ばして何かをするきっかけがあるかもしれないです。具体的に動くっていうことがありそうな気がします。ちょっと見てみようかな。これは突然やってきます。本当にその分岐点がね本当分かると思うんですね。どうしてって言ってたのが、こっから良くなるとか、こっから何か変わる、流れが変わるっていうきっかけがはっきりと分かると思うので、それこそその敏感だからこそつかめるっていう感じがしますが、誰かからの問いかけだったり、何かの情報を聞くんでしょうね。でその情報を聞くことによってスーッと気持ちが晴れたり、じゃあこうしよう、じゃああっちに行こうみたいなそのヒントをもらえる。でもちろん完全に今抱えてらっしゃる悩みとか不安なことっていうのが完全に消えるわけじゃないんだけど、でもそれを抱えながらでもちゃんと進んでいけるっていう何か確かな手応えみたいなものをご自身で思うみたいなんですね。例えばですが、どこか旅行に行く旅行というか何か遠方に行く機会、出張でもあったとした時に、いや今すごく体調が悪いからできるのかな、そんな出張とかって思ったとしても、でもこのまま行かないよりは行く方がきっと何か得られるっていうことを確信して行くわけです。でそうすることによってさらにもうパーンと開けてくるっていうのがあります。で5月になると、特に5月の星の動き、こちらなんですが、5月の1日になると火星というバイタリティというものがまたお羊座に入ってくるということで、すごくね体力が上がってくるんですね。よしやろうとか、もう動こうとか、もしくは動かざるを得ないような状況になったりとかして、例えば4月の間はお金のことを何か気にしたり、どうしようかなと思っていたものが4月の末もしくは5月に入ったらもう確実に、じゃあこうやったら稼いでいけるとか、じゃあこうすればいいんだっていう具体的な策がもう分かって、あとはそれをこなしていくだけなんですね。で実際にその5月のエネルギーっていうのは全体のところでも言ってるみたいにすごく強いエネルギーがあって、舞い上がっていくみたいなエネルギーがあるんですけども、それを魚座の皆さんもね生かしていけます。でそれは魚座の皆さんの場合はそれをものすごく策略的に使うというよりは、もう自分がその流れの中に身を置いて多少流れてみるみたいな感じでいくと、すごくそれが安心する領域だったりとか豊かさにつながる領域に行くんだなって感じがするんですよね。もしですけど4月の頭ぐらいに体調が悪いとかどうだろうかと思ってる方っていうのは、それは本当にパキッと変わる感じがするので、そのきっかけや分岐点っていうのを感じた後っていうのはすごく流れがスムーズですね。
特にもう感覚が敏感だという時でも全てのことに反応しますから、お金のことだけじゃなくて、あの人はどう思ってるんだとか、これからどうなるんだとか、いろんなことっていうものがスーッと全体的に流れていくっていうのが5月だと思っておいてください。で5月はとてもご自身の考えもね、明晰でいろんなアイデアが湧いたりとか、じゃあこうしようああしようっていう、とにかく解決策や対策や具体的なものっていうものをすごく掴みに行くみたいな感じがあるんです。動く、掴める、実際に手に入るみたいなね。ですから比較的5月の方が忙しく動き回って、その豊かなものっていうのは自分の身の回りにいっぱいあるんじゃないかなと思います。カードでもここでもペンタクスの10っていうカードが出ていて、これはとても物質的にも精神的にも恵まれるし、家族や友達、同僚などいろんな人と関わる喜びがあるっていうふうに出てるんですね。すごくきっかけというか、他のね人とのつながりっていうのもいい時なので、とてもいいと思います。やっと魚座さんらしい愛の力が出てきましたね。いいですね、いいですね。魚座さんらしいです。この愛の力はね、本来の自分の優しさや本来持ってる自分独自の強みっていうものをやっと5月にもう一回思い出すっていうか、使っていけるっていうのがあるので、それまでは若干ちょっと翻弄されていたりとか、自分が使えたなと思いながらやっていたことが主体的になりますね。これは自分から行く、自分からそうする、自分の力を自分で信じてそうするっていうのができるのが5月です。すごくいい。でその後6月なんですが、6月って言っても5月のもう20日過ぎたらかなり流れ早くなりますし、5月の24日とか26日とかになるともうさらに流動的なので、もう早い方は5月末から感じると思うんですけど、6月の星の動きはこちらですね。で6月っていうのも本当に何か自分の殻を破った上での喜びをみんな感じるよねっていう時なんですけど、魚座の皆さんにとっては6月にちょっとねホッとするっていうのがあるんですね。ここでも太陽が出ているので、私から見ると逆位置ですけど全然それはいいです。とにかくホッとする。ずっと気に病んでいたことやどうなるのかなと思って、ちょっとずっと引っかかっていた問題っていうのがクリアになるんですね。6月これは星で見ても何かが落ち着く、定着するとか、やっと自分が何を基準にこれから生きていくのかっていうのが分かるとか、ここにいたらいいんだっていう自分の居場所を確定できるとか、安心できる場所に到着するような流れなんですね、この6月っていうのは。でカードで見てもやっとなんか藻が晴れたっていうか良かったっていう感じがありますので、かなり精神的に良くなるというかね、落ち着きますね6月は。これはとても楽しみです。スターということで、もう5月6月すごいですね、魚座の皆さん。本当にこの春ってみんながねすごい幸せの純度を上げていくっていう時なので、魚座の皆さんもそうなんだなと思うけど、なんだろうな、6月の6日の新月って普通にねコンジャンクション6月6日の新月って本当に喜びがたくさんあるっていう感じなんです。でその喜びが魚座の皆さんにとっては心の中にある、自分の落ち着く場所にあるっていう感じがするので、6月はそんなに動き回るっていう感じではないですね。どこどこ行くっていうのは5月の方が強くて、そこで得た自分の力や解決策を持って6月は定着させる、落ち着く、安心する、やっとホッとするみたいな感じがあります。とてもいい流れですね。そしてこの3ヶ月のまとめとして言われているメッセージとしても、ジャッジメントと鳳凰というカードが出ていて、このジャッジメントと鳳凰っていうのも本当にずっと思っていたことや願っていたことがようやく救済のラッパが鳴って精神的に落ち着くよっていう形なので、これはね状況がっていうよりも、5月の状況でどうなるかなっていう感じはありますね。非常に強くいいので、何かねなんていうかな、魔法のように一瞬にしてこの状況が変わるっていう、この現状が変わるってわけではないんですが、精神的に自分がどこに落ち着くかっていう場所が分かると人ってとても落ち着きますよね。これからどうなるんだろうっていうよりもね、これでいいんだとかこうしていくんだっていうのが分かるので、ものすごくなんか深い安心感の中にいるっていう感じがするんですよ。そしてやっと本来の力を持って
未来を見ていける、現実を歩いていけるっていう形があるので、この3ヶ月本当に魚座の皆さんにとっては本当期待の高いというか、未来に対して明るいエネルギーがとっても強いですね。よかったです。こんなにね、こんなに応援されてるかっていうぐらい応援されてますもんね。よっぽどそれが今というもし現実がしんどいなとか辛いなと感じてる方にとってはよっぽどそれが希望の光になるし、そこコントラストですよね。こうしんどいと思う気持ちが辛ければ辛いほど喜びって強くなるし、孤独を感じれば感じるほど愛情っていうものを深く感じられるし、今体が動かないとかなんかしんどいなと思ってる人ほど、体が動くってなんて幸せなことなんだろうとか、生きてるってなんてすごいことなんだろうと思えるみたいな、すごくこれまで自分が抱えていたそのなんとなく痛いようななんか重たいような感覚っていうものが、この4月はまだちょっとねいろいろ動きが激しいですが、5月6月にそれが本当にこう霧が晴れてくるって感じがしました。よかったです。よかったです。まだ土星はねまだ魚座にありますけど、でももうその本当のなんか苦しみっていうかテーマっていうのはもう超えてる方が多いんじゃないかなっていう感じがしますね。超えていくっていうか、6月でもう抜けるなっていう感じに感じる方が多いんじゃないでしょうか。ちょっと安心する域に入るのでね。ちょっと最後にオラクルカード見てみます。はい、じゃん。コンシャスステップということでこんなカードが出ています。これもね皆さんもぜひこのカードを見てどんなメッセージが湧くか思いついたらコメントで教えてください。これとっても意識的にその行動を起こしていくよって、ずっとなんか願っていたことを自分の足で歩んでいくよっていうカードが出てます。すごいこのリーディングにぴったり。はい、よかったです。ということでぜひね感覚が敏感なだけにあれですけども、今体は進化中、精神も進化中、そして必ずその扉が開いて自分にとっていい着地点に着地すると思っておいてください。ということでここまでにしておきます。ぜひ素敵な3ヶ月をお過ごしください。また4月の9日までにはいつものね2週間のリーディングもアップさせていただきます。今回の内容ちょっとでも良かったよっていう方はいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。もちろんチャンネル登録もまだの方はぜひチャンネル登録お待ちしております。ではありがとうございました。失礼します。